こんばんは。9月下旬、時刻は午後7時過ぎ。今回の動画は新日本海フェリー乗船日の夜から下船までの約24時間を時系列順に追いながら、敦賀発苫小牧東到着のフェリーで北海道に行く方法を解説していきたいと思います。解説と言いましたが、私自身初乗船なので色々と失敗しています。なので反面教師として見ていただければ幸いです。今回の経路は石川県の金沢を出発し、南へ約 150km、 福井県敦賀港兵、そこからはフェリーに乗船し、約20時間で北海道は苫小牧東港に向かいます。出発時間に関してはフェリー出港が23時55分、バイクの乗船開始が23時15分となっており、1時間前にはフェリーターミナルに到着していなければならないので、それを考慮しています。チケットの取り方は新日本海フェリーのホームページに詳しくあるので、そちらを参考にしてください。ここで早くも1つ目の失敗。先ほど少し見えたかもしれませんが、かなり薄着で走っています。この後北海道で着る予定だったウィンドブレーカーを着ますが、それでも寒かったです。北陸で寒かった格好が北海道で通用するわけがなく、地獄を見ることになるので、皆さんは必ず厚着をしていってください。気を取り直して給油していきます。出港は深夜なので、敦賀に着いてから給油しようとしてもスタンドが開いてないこともあります。また苫小牧東港に着いてからもすぐ近くにはスタンドはないので、早めに給油しておくことをお勧めします。北海道でガス欠は終わりですからね。さて、ガソリンも満タンで再出発。ここで持ち物確認といきましょう。上の黒文字の部分に関しては普通の長距離ツーリングと変わりません。注意点として、フェリーは基本的に現金しか使えないので絶対に持ってきましょう。シャンプー、リンスは備え付けのものがあるので必要な方のみ。充電器に関してはツーリスト A のベッドにはコンセントが1つしかないので、複数の口がついているものがあれば便利だと思います。そして下の赤文字がフェリーで特に必要なものです。自分の部屋と共用スペースを行き来するので、サンダルやスリッパは必須です。酔い止めは船内の売店でも売っていましたが、事前に買っておくのが安心ですね。食べ物、飲み物に関しては船内の売店、自販機、レストランで買うことはできますが、種類が限られるのと値段が少々張るので、私は翌日分の朝、昼ご飯とおやつを買い込んでいきました。暇つぶしに関しては概要に出るとネットはつながらないので、読書をしたりあらかじめ映画などをダウンロードしておいて、それを見るのがいいかなと思います。時間が余ってしょうがないという話を聞いていたので身構えていましたが、さっきの暇つぶしや船内を探検していたら意外とあっという間だったので大丈夫だと思います。他にもいろいろあるかと思いますが、自分はこの装備で乗り切りました。忘れ物には気をつけましょうね。走行しているうちにフェリーターミナルに到着。途中街灯が全然ない道も多かったので、ここまで安全に行けてよかったです。誘導に従ってバイクを止めて到着。寒かった。チケットを発券しにターミナルへ向かいます。新しくて綺麗なターミナル。カウンターで受付をします。料金は大人1人一番下のグレード1万円と 250cc バイク1台1万1000円で2万円弱でした。帰りの分も渡せると言われましたが、なくすといけないので行きの分だけもらいました。2階は待合スペース。レストランもありますが、着いた頃にはすでに閉まっていました。
バイクの乗船開始は23時15分から。車と同じ時間ですが、バイクから先に乗船するので余裕を持ってバイクに戻りたいところ。奥にはカフェと売店がありますが、こちらもすでに閉まっています。さて、時刻は23時24分。いよいよ乗船開始です。この日は自分を含め5台しかバイクはいなかったので、すぐに乗れました。スロープ直前でチケットの QR コードを読み取るので、チケットはすぐに出せるところに。前の人と間隔を空けて、いよいよ乗船です。スロープを登っていくこの景色はワクワクしますね。さようなら本州。乗船したら誘導に従ってバイクを駐車します。サイドスタンド、ギアは1速、ハンドルロックを忘れずに。バイクを止めたら荷物を下ろしていきます。ここで2個目の失敗。荷造りを急いでしたため、どこに何を入れるかよく考えずに、とりあえず物を詰め込んでしまいました。そのため、今映っているシートバッグ、サイドバッグ、ついでにリアボックス内のバッグの全部を客室に持っていかなければなりませんでした。船内で必要な荷物はできるだけまとめておくことをお勧めします。荷物をベッドに置いて船尾のオープンデッキへ。出港直後なのでまだ敦賀の街の明かりが見えますね。ちなみに外に出られるデッキはここだけで、船の側面にあるデッキは常に閉鎖されていました。出港する様子も見れたので、一旦ベッドに戻ります。ここがツーリスト A のベッド。荷物の整理は一旦後にしてお風呂に向かいます。出港直後は人も揺れも少ないので、お風呂はすぐに入るのがおすすめです。返却式のコインロッカーがあるので100円玉を忘れずに。ちなみに今回のベッドは一番奥の下段だったので、プライベートが確保されていて快適でした。お風呂から上がったところで船内探索。ここは軽食が取れるカフェスペース。その先には中央ロビー。客室の3階分が吹き抜けになっています。下の階に降りて売店へ。売店には本船水仙号の T シャツも売っています。 T シャツばかり写していますが、売店にはお土産、食料品、本など一通りのものが揃っています。続いてカップ麺コーナーに給湯器とカップヌードルの自販機があります。ちょっと高い。自販機のコーナー、アイスからお酒、ソフトドリンクなどいろいろあります。北海道にしか売ってないガラナも置いてあります。カフェに戻って一旦休憩。いつも見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。出港してから40分ほどですが、まだ電波は届きますね。なんやかんやで午前1時になってしまったので就寝。ベッド席の作りはシンプルで、電気とコンセントが1つ、横に物置があります。今日は波が高いとアナウンスがありましたが、果たして寝れるのか不安になりながらも横になります。おやすみなさい。おはようございます。全然眠れませんでした。うねりがひどく、船が上下に陽動するのでなかなか寝つけず、酔い止めこそ飲みませんでしたが、1時間おきくらいに目覚めてしまいました。
外を見てみると、見渡す限り一面海。明るくなって海が見えると、船旅をしている実感が一気に湧きますね。カフェの前を通って千尾のオープンデッキへ。こう見ると結構なスピードで進んでいますね。早朝なので綺麗な景色を独り占め。こんな景色は船に乗らないと絶対に見れませんよね。早起きして正解でした。昨日買い込んだ朝ごはんのパンを食べて、船内探索再開といきましょう。やってきたのは船首のフォワードサロン。前方の景色はここからしか見れません。続いてトレーニングルーム。バイクとランニングマシンがあり、海を見ながら運動できます。奥には卓球台も。一人旅には縁のない代物ですね。他にもコンファレンスルームやゲームコーナーもありました。探索を終え、本を読みながらいとまを潰します。手を振るその先には南行きの姉妹船すずらん。予定通りに航海していれば10時くらいにアナウンスがあると思うので、そのタイミングで見ることができます。いろいろな人が写真を撮っていました。昼を食べ、ダウンロードしておいたドラマを見ていたら、あっという間に時刻は16時過ぎ。海が落ち着いてきたと同時に陸が見え始めました。この船旅もいよいよ終盤です。お腹が空いてきたところでレストランに大盛りエスカロップを注文。北海道根室のご当地料理。デミグラスのかかったカツとバターライスが合います。ごちそうさまでした。ご飯を食べて支度をしていると、いよいよ苫小牧東港が近づいてきました。意外とあっという間の船旅でした。車両甲板に戻り、荷物を乗せ、いよいよ船から降ります。船から降りればそこは北海道です。前の人を待っていよいよ下船。短い時間ですがお世話になりました。そして北海道に上陸。これはかなり寒い。着込めるものは全部着て下船したので、目的地の札幌まではこのまま行くしかありません。皆さんは本当に厚着で行くようにしてください。高速化した道かで迷いましたが、時間も遅いので高速を使うことに。これは寒さで死ぬな。厚間 IC から厚間紋別道路に乗り札幌方面へ。この無料区間は街灯が少なく、ハイビームでも暗いなので気をつけて。寒すぎて薄れる意識の中、なんとか苫小牧東 IC へ。ここからは有料道路です。その後休憩を挟みながら、なんとか市内まで来ることができました。なんとも締まらない絵ですが、これにて新日本海フェリー解説の本動画は終了です。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。